おはようございます。たかしです。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。昨日から強めの下落をしてきております。本日も朝から下落から始まっておりまして、昨日今日と結構大きく下落してきているのがわかりますね。基本的には GMMA が今下から上に向こうとしているところなんですが、まだ上を向けておりません。今のところ横ばいというところですので、ここからの動きの想定はこういうレンジを考えておくといいと思います。今大きな枠で見ると昨日の高値がレンジの上限、そしてこのあたりですね、187円付近がレンジの下限なので、こういう動きですね、を想定しておきたい。ただ大きくはそのあたりが上限下限になってくると思うんですが、今どこで反発するかが分かりにくいので、GMMA、まずはここですね、このあたり、191円から192円付近、このあたりまでの下落、そこからの反発をまずは考えておく。そしてそこを下抜けてくると、187円ぐらいまでの下落が考えられます。では4時間足です。その中で4時間足は上昇トレンドを作ってきていたんですね。ただし昨日はこの高値圏での揉み合いからの下落になってきております。基本は今上昇トレンドで GMMA 付近にありますので、ここから反発する可能性は考えておきたいんですが、とは言っても昨日の下落がかなり急ですよね。日足で見ても大きな陰線を出しておりますので、そうすると、ここからの上昇というよりも、こういう動き方のイメージを持っておきたい。一度反発はするかもしれないけれども、そこからの再下落。次目指してくるのがこのあたりですね。191円から190円付近を目指して下落する可能性。ただし、今 GMMA にちょうどぶつかってますので、ここでサポートされるのであれば、そこからの上昇が考えられるんですが、やはり先ほど言ったように、一度上昇したところは売られやすいと思いますので、まずはこの戻り売りで考えておくのが分かりやすいと思います。では1時間足です。4時間足はまだ上昇トレンド中なんですが、1時間足は明確に下落トレンドを作ってきております。こんな感じの下落トレンドを作っているんですね。ということは本日はここからのこういう動きを想定しておいてください。GMMA の青帯がこう下がってきますので、その辺付近までの戻しを待ってそこからの下落。もしくは直近ずっと意識されてました、このオレンジの水平線。このあたりがずっと意識されていたんですね。ですのでそこからの下落を意識しておく。ただ現在地付近っていうのは過去の高値とも重なってます。この辺とかこの辺が過去の高値になってくるんですが、その辺付近からの反発を一旦待って、次の上昇からの戻り売り、こういう動きですね。こういうところ、この高値圏でのこの動きを狙っていけるといいと思います。またもしこのまま下抜けてきた場合、本日下落から始まってまして、この過去の高値、ここですね。ちょうど193円付近、ここを明確に下抜けてくるとこういう動き。で、次は先ほど言った191円から190円付近までの下落が考えられます。ではドル円を見ていきましょう。ドル円は分かりやすいですよね。ずっと下落トレンドを作っているという話をしてまして、その調整の上昇っていうことを一昨日お話ししていたと思いますが、そこからの昨日は下落。つまり調整の上昇からの下落っていう、ただのトレンドに従った動きになってます。この下落はかなり分かりやすかったんじゃないかなと思ってます。ストキャスティクスも高値圏、そして GMMA 接触からの下落なので、テクニカル通りの動きをしているところです。では4時間足です。4時間足は上昇トレンドだったんですけれども、昨日の下落で GMMA の青帯を下抜けてきてますよね。今これ下抜けてますので、本日も下落から始まってますし、明確に今 GMMA の青帯下に入ってきましたので、そう考えるとここからの動きはこういう動きですね。この動きをイメージしておいてください。目指していくのはこのあたり、147.5 とか、この辺ですね。146.5 とか、そのあたりを目指して下落する可能性を考えておきたい。ただ、ストキャスティクスは安値圏に入りかけてますので、次は今度ストキャスティクスがゴールデンクロスしてくると上昇方向に動くかもしれませんが、GMMA の青帯の下にある間は戻り売りで考えておいてください。では、1時間足です。1時間足はダブルトップからの下落でしてね、そこから急激に下落してきて、ちょうど今過去の安値付近で下げ止まっているところです。ここ抜けていくともう一段下落。で、このあたりですね、147.5 付近までの下落が考えられます。一旦は現在地はストキャスティクス安値圏ですので、4時間足もそろそろストキャスティクス安値圏なので、一旦の反発の上昇を待ってからのこういう下落を待っておいてください。なので GMMA の青帯、現在ここからこう上から下向きに変わってきておりますので、その GMMA ぐらいまで上昇するのを待って、そこからの下落ですね。こういう下落をイメージしておいてください。なので考え方としては現在地付近は一旦反発しやすい。そこを下抜けると次の安値まで下落していく。ただ今一旦反発したとしても、このあたりからのさらに下落ですね。ここ、矢印付け忘れてますが、ここからの下落が考えられますので、一度反発の上昇を待ってからの戻り売り、もしくは下抜けてからの下落についていくという、こういう考え方を持っておくとトレードの方向がわかりやすいと思います。
それでは本日は以上です。現在使用しているのがトレーディングビューなんですが、使いやすいチャートですので、まだご利用でない方は一度試してみてください。概要欄に URL を貼っておきます。無料で利用ができます。有料のプランもありますが、まずは無料で使ってみて、もし有料の機能が必要なのであれば、有料プランに変えてもいいと思いますが、基本的には無料で非常に使いやすいチャートだと考えてます。また、ノートのメンバーシップ会員を募集してます。毎朝講師の詳細な分析と、週末には限定動画で FX のスキルアップができるような内容となってます。FX を基礎から学びたい、もしくはなんとなくやってきたけれども、基本的なところをもう一回学びたいという方は、初心者から中級者まで幅広い範囲をカバーできる内容となっておりますので、FX をしっかり勉強したいという方はぜひご利用ください。こちらも概要欄に URL を貼っておきます。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。